さあということで、ここから私歌丸がランダムに決まった最新映画を自腹で鑑賞し評論する週刊映画辞表ムービーウォッチメンです。今夜扱うのは11月17日から劇場公開されているこの作品、鬼太郎誕生ゲゲゲの謎。漫画家水木しげる生誕100周年記念作品、テレビアニメ「ゲゲゲの鬼太郎」本編の前、目玉親父の過去と鬼太郎誕生の物語を描いた長編アニメーション。昭和31年、とある豪族が支配する村で起きた殺人事件の謎に東京からやってきた水木ね、イントネーション水木なんですね。水木と行方不明の妻を探すゲゲロウが挑む、通称ゲゲロウが挑む、鬼太郎の父となるゲゲロウの声を関俊彦が、水木の声を木内秀信が演じる。また沢城みゆき、野沢雅子、古川敏夫など、テレビ版のキャストも出演しております。監督は2008年の劇場版ゲゲゲの鬼太郎日本爆裂でも監督を務められた、古賀剛さんでございます。というところで、リスナーの皆さんからもね、熱いリクエストメールが、お寄せいただいて、いっぱいいただいて、ようやくガチャが当たったということで、さすがと言うべきか、リスナーの皆さんはこれを見たよというウォッチメンからの監視報告メールでいただいているんですが、メールの量は多いですね。賛否の比率は褒める意見がおよそ9割、非常に評判がいい。主な褒める意見は、横溝静止作品的なミステリーとして、そしてバディものとして文句なしに面白かった。アジア太平洋戦争の悲惨さやアジア愚かさをしっかりと描き、水木しげるイズムがしっかりと継承されているなどございました。一方否定的な意見は、アニメとしてのクオリティは一部を除いて普通、ストーリーも先が読める、前評判ほどではなかったなどの意見、ミステリー風のお膳立てはありつつ謎解き要素はない、拍子抜けしたなどございました。代表的なところをご紹介しましょう。ラジオネームマウンティングニモさんです。評価としてはかなりの3です。まず、横溝静止meets妖怪アニメという取り合わせが好きです。そもそも怪奇味のあるミステリーですから、妖怪ものとの食い合わせが悪いわけがありません。ストーリーはミステリーとしては大人の観客が大体先が読める展開だとは思いますが、丁寧な話の運びで登場人物のバックボーンや悲劇的な秘密に自然な感情移入をさせる作りがうまいです。しかし何よりも嬉しかったのは、アニメ全体に水木しげるさんイズムがしっかりと継承されている点でした。太平洋戦争末期の悲惨さと愚かさをここまでストレートに、留保も美化もなしに描いてくれたことは素晴らしいと思います。昨今歴史修正主義的な動きや戦争美化の言説が目立つ中、こういった戦争はしてはいけないとまっすぐに伝えてくれる作品が子供の目にも触れるであろうものの中で表現されていることに涙が出ました。安遠病院のようなあの地下のシーンなど、戦争の光景とダブるところは何箇所もありましたし、民の生き血をすするというのは戦争全体のメタファーです。同時に現代日本もほとんど叶っていないということに暗淡たる気持ちにもなります。そして考えてみると、この作品は継承というテーマが鬼太郎の出世のみならず何重にも右にされているように思います。水木イズムの継承、そして戦争体験の継承、最後に生まれてくる彼はこの醜悪な世界にこれから生まれてくる全ての子供たちのメタファーのようにも感じられます。毎日悲惨な報道ばかりが目に飛び込んできて暗い気持ちになっていましたが、ほのかな希望を見ることができました。映画館に行ってみてよかったと思える作品でしたね。確かにというあたりでございますね。とかですね、N ゲージ銀行さんも、全体にめちゃくちゃ褒めていて、例えば、タバコの描写がね、すごく丁寧で面白いみたいなね、ことを書いていただいて、はい。ゴジラマイナスワンではゴジラという超常存在を倒すというある種上げ展開でうやむやにした部分、つまり、こんな日本にした落とし前を誰がつけるのという点や、富や権力、そして大義のため人間が人間を非人間として扱う構造が戦中と戦後でも内実は変わっていないこと、そしてそれが良くないことと知りながらその恩恵を受けて生活している私たちの加害性にも警鐘を鳴らし、犠牲となった人たちへの鎮魂へとつなげていく流れは、ゴジラマイナスワンにはない要素でしたし、ゴジラと同じ超常存在である妖怪たちが単なる舞台装置になっておらず、しっかり主題の鬼太郎誕生でオチをつけたのも素晴らしいと思いましたというね、 N ゲージ銀行さん、こちらもなるほどという感じでございます。一方ダメだったという方もご紹介しましょう。BFCD さん、前評判の高さに興味を惹かれ初めて鬼太郎の映画作品を鑑賞しました。アニメ映画としての水準は高いとは思いつつ心底微妙でした。終始いつ面白くなるか期待しながら鑑賞しましたが、期待を超えることはありませんでした。異常なまでに熱量のこもった感想を多数見ていたため、ザ・ファーストスラムダンクのような作品の質の高さを期待しましたが、それはちょっと酷じゃない。あれはね、あれはちょっと桁違いなんでね、アニメとしてね、アニメーション、特に技術的な面として非常にちょっと桁違いなんで、ちょっとそこは酷な気もするが、昨今の劇場版コナン的ないわゆるキャラ萌えが主体のヒットという感じで自分には刺さらず、一箇所だけ凄まじい作画の戦闘シーンがありましたが、そこを除く部分はアニメーションのクオリティが高いわけでもなく、ストーリーに関してもキャラクターを生かしきれていなかったり、連続殺人の謎や妖怪の島といった様々な軸が一つに収束するような練られた構成でもなく、かなり力任せな解説になっていましたというような、プロモーション絵作り、語話描写や各キャラクターの救われなさなどは露骨に大人に向けた映画になってますが、やはり根幹は子供向け作品のためどっちつかずな印象でしたという、BFCD さんの感想。マカママレードさんも
途中の、明かされるある真相の重さに対して描写が見合っているのかということであるとか、その横溝正史的な舞台設定について、要はミステリーの割にはミステリー的な謎解きしねえじゃねえかみたいな、そりゃそうだっていうか、結局妖怪じゃねえか、そりゃそうだっていうね、ことも書かれていて、そういうご不満が出るのも理解はできますけども、あとですね、皆さん今ですね、この方ですよ、この番組でもですね、シティーハンターであったりとかスズメの戸締まりであるとかですね、非常に当事者性の高い、ガチオタぶりで、おなじみの954キャスター楠葉恵美さんが現在ですね、本当にこの作品にハマっていて、何回見ているかということも含めてですね、間に合いました。 TBS ラジオ、ラジオキャスター楠葉恵美さんからの感想です。ゲゲ活が止まりません。20回とも泣いています。20回見てる。救いがないというか言う人もいますが、私は好きな話、いろんな愛あふれる話でした。確かに切なさは残りますが、墓場鬼太郎へのつながりや包帯ぐるぐるになって、目玉になるまでがわっかりすっきり、これはちょっと後ほども言いますけど、元のね歌唱漫画のからのある設定ですよね。別件でも内容的に人間に対してある意味すっきりしますと。そして映画を見て以来、目玉親父がイケメンに見える病気にかかっています。得点は12連続、これね得点のカードがあるんですよね。これねもらえるカード、劇場のもらえるカード12連続水木で、父が好きなのにと思っていましたが、その後ばったり水木が来なくなり、父さんが好きだったはずなのに急に冷たくされて水木が気になるという振り回され方をしています。当事者性が高いな。あの作品は2人の父が最高すぎて世の女性が落ちること間違いなし。相棒もの最高なのに、東映さんグッズやパンフ少なめ、上映館も少なめでスタート。結果足りず、ビビらないでください。みんなまだまだ見ますし、ぬいぐるみね、ぬいやアクスタ、スマホストラップ再販待ってますよというね、はい、楠葉由美さんでございます。本物本物来たるというね感じでございます。楠葉さんもありがとうございます。そして、感想をお寄せいただいたリスナーの皆様、本当にありがとうございました。私も鬼太郎誕生ゲゲゲの謎、東宝シネマズT ジョイプリンス品川、そして、バルトナインで2回見てまいりました。どちらもそれこそ楠葉さんじゃないですけどね、大人の女性客が本当に多かったですし、平日昼でも入ってる感じでしたね、本当にね。ちなみに私はもうパンフも劇場売り切れてて、持ってる人に、読ませてもらってようやくちょっと資料的にね読めたっていうぐらいだし、これ特典、これはですね今ね技術に入っている吉村くんがですね、本当吉村くんは本当にマニアですね、いろいろね、ゴジラマイナスワンには非常に厳しい吉村くんがですね特典1個余ったんでダブったんでってこれ中覗いたらね、って中覗いたらちょっと映画見た人はちょっと落類っていうか声を上げてわーってなってちょっとすごい内容でした。これは素晴らしかった。さすがね楠葉さんが集めたくなるのも分かるという感じでございます。はい、ということでそんな感じでファンダム的な熱気がねすごく今盛り上がりつつという中で、リスナーからも熱いリクエストメールをいただいた中で見事ガチャが当たったというこの鬼太郎誕生でございます。そもそものゲゲゲの鬼太郎がどうこうとかそういう説明は一応もう飛ばしますね、当然のように。あえて言えばこのコーナー2008年、7月19日だから初年度ですね、ゲゲゲの鬼太郎千年呪い歌という実写版ね、これをシネマハスラー時代にやってね、これはもう大酷評したということでございましたね。すいませんね。で今回の本作はアニメーションで、一応テレビシリーズの第6期、の2018年から、2020年にかけて放送されて第6期の世界観をベースにということで、特にその第6期の、第14話、若き日の目玉の親父がかなり理想化、今回のに比べるとかなり理想化された姿で登場する、枕返しと幻の夢というエピソードがあって、それで監督脚本を手掛けられた甲賀剛さんと、吉野博之さんという方がそれぞれ監督脚本、このコンビが今回の鬼太郎誕生でも踏襲されているということですね。でちなみにこの古賀剛さんとこの監督、東映アニメーション所属で、長年そのさまざまな作品を手掛けてこられた、ベテランと言っていいと思いますが、それこそ鬼太郎劇場版前作のね、さっきもちょろっと言いましたけど、2008年の日本爆裂という、これ三条陸さん脚本で、僕はこれ結構面白かったですけどね、はい、とか手掛けてます、その監督とかやられてるんですけども、僕のこの映画辞表コーナーで言いますと、この古賀さんね、今まで絡まれた中で言うとすいませんね、なんと2011年6月11日に取り上げました手塚治虫のブッダ赤い砂漠を美しくに、演出として関わられていたりするということで、非常に気まずいというね、私的な感じでございます。ぜひ皆さんこちらの表はね、まだ書き起こしとかないんでね、ネットとかに転がってんでね、そんなんでね見ていただければと思いますが、ともあれ
本作鬼太郎誕生激芸の謎に関して言えばですね、とはいえお話としては原作漫画でさえ描かれていない、ほとんどスピンオフ的なオリジナルの前日談だし、キャラクターデザインも新エヴァンゲリオンの副監督などの、矢田部東子さんという方が手掛けられて、改めて手掛けられてたりして、なのでそれこそ若き日のその目玉親父のデザインもさっき言ったテレビシリーズ6期14話とは全く違うものになっていたりして、僕のように近年その6期も含めてですね、それほど熱心にこの鬼太郎シリーズを追いかけてきたというわけではない人もここから見るので全然大丈夫です。はい。鬼太郎と猫娘と、目玉の親父というキャラクターについてなんとなくでも知ってれば全然大丈夫っていう感じです。でテレビアニメシリーズとかよりもむしろあえて言うならば、鬼太郎というキャラクターのオリジン中のオリジンである、貸本漫画版、もっと言えばその前に紙芝居版がありますけど、貸本漫画版の墓場鬼太郎シリーズ、これ今は復刻版も出てますし電子でも読めるんで非常にアクセスしやすいです。その触りだけでも読んでおくと今回の劇場版よりなるほどそこをそうきたかというふうに膝を打つところいっぱいあると思いますし、さらに言えば、水木しげるさん自身の皆さんご存知の通り苛烈な戦争体験と、そこから培われた思想心情といいましょうか、特にそれを元にした漫画作品総員玉砕せよというね、これも今全然新刊で買えますけど、総員玉砕せよという作品が、実は今回の鬼太郎誕生の中でも一部直接的に引用されているぐらいなんですけども、テーマ的メッセージ的根幹とも関わってくるあたりなので、できれば踏まえておいた方がいい。水木さんがどういう経験をされてきて、故に戦争とかあるいは権力というものに対してどういうふうな思いを抱いているかというのは押さえておいた方がいいかもしれません。ことほささに本作鬼太郎誕生は、先ほどのメールにもあった通りですね、実はそのメタな構造も持っている作品であるというところが非常に肝かと思います。ちょっと順を追って話していきたいと思いますが、ですね、とはいえ冒頭しばらくですね、時勢的にはおそらく現在、雑誌記者である山田、山田っていうのはね、水木さんのあれにこう必ず出てくるほげた顔のね山田がですね、都市伝説鬼太郎少年を追って山奥へ踏み入っていくという、これがアバン的にね序盤で来るわけですけども、これはやっぱ見始めた時に先ほどのメールと同じく僕も例えば詰め込むような説明台詞が立て続けに並んでたり、なんでっていうのは不自然なぶつ切れ状態で話が中ぶらになまま終わって変じゃないみたいないうのがあって、正直言うと序盤はその熱烈なリクエストメールはもらったけどこれ本当に大丈夫かっていう気分になってしまったのも事実って感じなんですね。ですね、これ舞台挨拶時の監督コメントによればですね、1年くらいかけて本当に練り上げたシナリオの段階ではですね、あまりに熱意が入りすぎて120分あったのをおそらく東映側の意向として、100分にしろと。なのでコンテを切りながら100分に削ってったんだけど、どうしても105分欲しい。でも東映側が105分はダメ、じゃあ104分59秒っていう、そういう感じで詰め込んだみたいなんで、なのでさっき言ったように説明台詞で処理しているところとか多分そういう苦労の後なのかなという気もいたしますし、一方ですね、こちらそのさっき言った不自然なぶつ切れ展開って言いましたけど、実際のところラスト近くまで来ると、なるほど、そういうことならありかもぐらいにはなるような仕掛けだったりしますということですね。あとですね、2度目見るとですね、その序盤で山田記者が目撃するもろもろが、ここってクライマックスのあそこかとか、これ屋敷のあれかとか、割と最初からこう丸々テンション上がるような作りにもなっていたりという感じでございます。ともあれそんなアバン的な現代パートから話はいきなり、ちょっとぶつ切れ感もあってメインの舞台、昭和31年、昭和31年ですから、その漫画版の墓場鬼太郎が書かれるちょっと前っていうところですかね。血液銀行に勤める水木という男が会社からの密命を受けてというこの発端部分であるとか、これはちょっとネタバレにしちゃいますけども、それに幽霊の血が絡んでいるという展開など、明らかにさっき言った貸本時代の墓場鬼太郎シリーズ、特にその最初の幽霊一家っていうこの2つぐらいの話を踏襲したものなんですね、これはね。でちなみに本作でこの昭和30年代描写、これメールで書いてある方いましたけど、例えば主人公水木をはじめこれでもかとばかりにタバコ吸いまくり、主人公もポイ捨て当たり前のようにするし、わざわざ咳が止まらない少女の横でも平然とスパスパさせたりとか、ちょっと露骨に強調しすぎじゃないのっていうぐらい、その今時な感覚ではどうかな社会の様子が描き出されているんですが、これはですね、リスナーの方の、感想でも書かれている方いましたけども、一時流行ったような都合よく美化された金過去、ここでは戦後昭和に対する今回の作り手たちのかなり意識的なアンサーというか反論でもあるように思われます。というのは、そうした昔は良かったわけねえだろ
という、もっと言えば戦前からの負の要素、実は戦後も本質的には同じように受け継がれちゃってるんですけどな問題意識こそが、本作全体の実はメインテーマであり、でそれを象徴する存在として戦前は兵士のために、戦後は企業戦士のために使われたという薬剤、M っていう、これ現実の歴史にもあったもろもろをやっぱり連想させるこのキーアイテムが出されて、いたりするわけですよね。そして当然それらはですね、さっき言った通り水木しげるという作家の根源的メッセージを作り手たちが改めてこう、汲み取って形にしたものというふうに言えるかと思うんですね。ともあれその血液銀行のですねお依頼さんの密命を受けて、非常にこうね出世欲に見れた水木という男がこう行くわけです。日本政財界の黒幕的存在龍ヶ家の本家がある、名倉村というところに入っていく主人公水木。ここまずですねその村へ入っていく際の描写の積み重ね、その丁寧さがですねとても素晴らしく、さっき言ったような僕序盤で感じたちょっと懐疑的な感じ、これ大丈夫かみたいなのがここで改めされて、ここでちょっと襟を正した、これはいいぞという感じしました。実際に湖に面した村にロケハンしたりして作り上げられたまず美術の見事さというのがもちろんありますし、そして、田んぼの中に見え隠れする村人であるとか、途中挟まれる歩く水木をなぜか祠の中から捉えたようなショットであるとか、さらには、男の子がねよそ者が来たってみんな言ってたよといったところで水木の後ろにピント送り的に後ろにある家屋にピントがあって、別にその家屋に人影が出るわけじゃないんですけど家屋の方にピントがあって見てんのかなって感じがするというような、そういう一個一個の描写がもちろん美しい自然に囲まれているし空間的には開放的なはずなのに、だんだんとこの閉鎖的相互監視的なこの空気、村の空気というのをセリフによるセリフによる説明ではなくしっかり観客に感じさせるこう演出になってるんですね。だからここでこれができるんだったらもう全然先生ちょっとチャット見ますみたいな感じになった。あと細かいところですけど、水木が、ある家のですね、ある家の、龍ヶ家だけど龍ヶ家の敷石みたいなところをまたぐという、入り口の門のところを敷石をこうまたぐという絵があるんですけど、これさっきの序盤の現代パートで山田が実は同じ場所を同じようにまたぐ絵を何気にきっちりツイートしてしっかり見せてるんですね。でそのまたぐ動きはちょっと丁寧、またぐだけですけどちゃんとなんていうかな枚数使って丁寧にやってたりして、こういうところがさりげなくもしっかりしたプロの仕事だから、派手じゃなくてもこういうところでなんていうかちゃんとこう世界を感じさせる、そこから何かを語るってことはできるっていうことですよね。はい。で謎大きいメーカー、その龍ヶ家というところの跡目をめぐるお家騒動に巻き込まれていく主人公水木ということですけど、ここからもうはっきりもう誰がメールでももうほぼ全員書いてましたけど、はっきりもろに横溝正史の土着的飲酒的ミステリーの世界、分けてもやはり犬神家の一族でしょうね。最初に一堂に並んでてそこになんか異様な格好した一族の人が出てくるとか、犬神家のあとはそれぞれになんでこんな凝った殺し方すんのみたいなそういうのもね彷彿とさせるという話になっていくわけですけど、またですね後に明かされる、この家族に隠された暗い秘密というのはですね、これちょっと映画ファンであればネタバレっちゃネタバレになっちゃうんですけど、いいや言っちゃいますけど、ロマン・ポランスキーのチャイナタウン的ですね、この明かされる秘密は。つまりおぞましいまでに家父長制ゴリゴリな権力のあり方ってことですね。ドン引きだわっていうことですね。で、要はこの水木という主人公はものすごくノワール的なキャラクターなんですよね。本当にいわゆるノワールジャンル、もともとは小説とかであったで後に映画に行ったノワールジャンル、で次第にその彼のニヒリズムの根底、ノワール的ニヒリズムの根底にあるのが、太平洋戦争での従軍体験だったというのが明らかに、それは当然水木さんの体験がベースになってる。もっと言えばその元のね大元の例えばアメリカにおけるノワールジャンルの成立みたいなのも、戦争というのは大きく関係してたりするわけですけども、それはいいや、ちょっと今日は関係ないんで、一方でそんな彼と図らずもバディとなっていくのが後の目玉親父、本作での通称ゲゲロウというね、さっき言った第6期14話ではとは全く違うデザイン、息子にですね、順番では逆なんだけど息子になっていると。あくまでひょうひょうとした船の上でのザ・水木しげる漫画の表情、わかります？目がこう線で斜めになってて口こうやってなっててこうやって漕いでんですよ。顔とか最高ねあれね。はい。でちなみに彼が語る幽霊族の歴史というのを語るんですけども、例えば幽霊族の城的なものとして、出される図像というのがもろにブリューゲルのバベルの塔風なのも、これもさっき言ったオリジナルの貸本漫画がすでにこういう絵なんですね。こういうオマージュとなっていますと。ということで、
横溝静止的なですね世界に次第に、ファンタジー的なその怪異、電気で伝える機械と書いて電気的な要素が増えていって、ということでここら辺で中盤で先ほどからもうねメールでもけなしてる人もここはすごいとかって言ってますけど、ここまで確かにとはいえさっきその渋いよくできた丁寧な演出とかあるけど、アニメとしては比較的おとなしめでもあった本作、ここの一箇所だけ突出した一大アクションシーン大見せ場が用意されています。崖の上にですね張り出したで2段階にあるベランダがある洋風の家っていうか塔っていうかみたいなものね、それを舞台にゲゲロウ VS、裏軌道、裏の鬼の道と書いて、これは要するにその、幽霊族、そのゲゲロウたち幽霊族狩りをずっとしてきた、下道陰陽師集団っていうね、いいですね、面白いね設定だけどね、そのゲゲロウ VS 裏軌道チームの、チャンバラ格闘が繰り広げられるわけですけども、でここだけ突然ちょっと絵のタッチも変わるんですよね。ちょっとよれたような線で描かれた人物たちがそのよれた線を生かしてグイーンとダイナミックに動く様を、これまたグイーンとダイナミックに捉えたカメラワーク、例えばゲゲロウが刀のあれをケンとってカキーンと折った、それをビーンってやった、そしたらカメラがこっち向くとビャーンってそのまま行くみたいな、とにかくダイナミックというところで、ここだけぶっちゃけ明らかにタッチが全然違うんですが、これはですね、太田昭宏さんというですね、これワンピースとかワールドトリガーとかでもこのアクションシーンがめちゃくちゃ話題に及んだという方ね、言っちゃえば今多分だからそういう東映アニメーションとかのエースアニメーターの方が、ほぼ一人で書いたらしいですよ。実際にその動きを撮って、ビデオで撮ってみて、その動画を元にいろいろ書いたというようなことらしいんですけどね。さらに今向かいにいます考説作家古川光さん、もともとはアニメライターでもございます曰く、レジェンダリーなアニメーター大平信也さんの影響も大な方なのではないかというこの太田昭宏さん、皆さん名前を覚えて書いてください。すごいですこの場面、確かに。ということで、とにかくアニメーション技術が突出して分かりやすくすごいのはこの中盤のアクションシーンですね。ぜひ皆さんこの太田昭宏さんという方、今後も名前ちょっとね注視していただきたいと思います。でそれ以降はまたアニメとしては比較的おとなしくなっていくんですけども、どんどんエスカレートしていくお話自体のえぐみが作品を牽引していくというような感じじゃないでしょうかね。さっきも言ったついに明かされる名家ならではのおぞましい秘密と、でそこからのですね、これ私の表現ですけども、吉祥天女×キャリー的な悲しい復讐譚となっていくみたいなね感じですよね。というのがあってでいうことです。でこれはそこで明らかになるそのおぞましさというのは、結局権力に執着する家父長制というのが行き着いた果ての暴力的一方的搾取構造、結局ここに行っちゃうってことなんですね。それは戦前日本の軍国主義、そして戦後日本の経済大国化とも本質的につながるものでもあるよという話になってくる。はい。でその主人公水木は戦争でですね、戦争時代兵士として散々な目に遭ってきた、だからこそ俺はもう二度とその搾取される側になりたくないっていうんで、そのシステムに実質加担していた、その己の加害性をも最終的には彼は目覚めるにも見据えるようになっていく。言っちゃえばこれもメールで書いてる方やっぱ多かったですし、比較するのもちょっと悪いんだけど、図らずもこのコーナーで前回表したゴジラ -1 が意識的にか無意識的にかあえて見ないようにしている部分ですよね、これね。例えばですね、劇中の設定として戦前戦後ともに日本という国の強さの源泉であったとされる血液製剤 M というのがあるわけです。これは他国であったりね、弱者からの一方的な搾取を土台にした繁栄、手前勝手極まりない国粋主義、自国中心主義を極度にその偶話化したもの、それの明らかな象徴ですね、この M っていうのはね。でそこから生じた富を脈々と貪り続けているラスボスもやはり極度に偶話化されてはいますけども、現実のこの国の権力の在り方というのを象徴しているわけですよね。そしてそれは水木漫画の根幹、特に、今回本作でも直接的に引用される、さっきも言いました総員玉砕せよで描かれた、戦争観日本観もとえば日本社会の権力観ですね。これ正直現実にもこういう構図あるわけですよね、ということです。でそのメッセージを改めて作品に落とし込んだという表現なわけです。なので私はこの、メールリスナーの方もおっしゃってる通り、そのメッセージを今このメジャーなコンテンツに改めて昇華してみせたその作り手の志というところにも大変感動いたしました。
そしてですね、そうした権力がその結局のところ施行するものを、まあじゃあ何のためにそれをやるかっていうと、まあでも根っこはめちゃくちゃ船舶な身も蓋もない自己中心的欲望至上主義でしかないわけですよね。自分さえ良ければいいんだ、良ければっていうのももうものすごい船舶な良さなわけですけどもね、でもそのくせこの国はみたいにすぐでかい主語を持ち出したりするあたりが本当に腹立たしいわけですけども、まあ、そんな輩に対してもともとはそのヒエラルキーの中でうまくやろうとしていたまさしくノワール的主人公、決して褒められたようなもんじゃなかった主人公水木がその身も蓋もない権力のあり方に対して放つ一言、非常に痛快ですし名台詞と言ってもいいかと思います。素晴らしかったですね。もうね。でまあどっかんとですね、何段重ねかの非常にファンタジー的にこうスケールが大きくなっていくクライマックスを経てですね、鬼太郎を象徴するあるアイテムというのがなるほど、こういう由来なんだ、なるほどとなってからのさっき言った序盤の一見不自然なぶつ切れ展開、ここで生きるわけですよ。序盤の展開があれで、スマートとは言えないんだけど、ただここに至ってここに繋がるんだで、もちろんなるほどとなるし、つまりここで要するにヒーローとしての鬼太郎が登場することで鬼太郎というヒーローの存在意義っていうのがよりこうガッとこう浮かび上がるようになって、つまりそれどういうことかっていうと、戦後日本が忘れてしまったもの、あるいは蓋をして見ないようにしてきた者たちを鬼太郎というヒーローは見つめ鎮魂する、そういう存在だったよっていうことを再定義しても鬼太郎だから、鬼太郎はかっこいいし尊いっていうか風に見えるし、そのなんていうかな、単にヒーローが悪者をやっつけるんじゃない感動っていうんですかね、こうヒーローものとしてすごくここでカタルシスがこの構成によって生まれるようになってて、だったら序盤の不自然さもありみたいな感じになってくる。でだからこその、そっからのですね、言ってみれば成仏系解決ですね。世の中特にホラー映画は成仏系解決って結構あるんですよね。わかります？皆さんいろいろ思い浮かべたの成仏系解決。ただこの成仏系解決の系譜の中でもいろいろあるけども、今回のこれは最終的にかなり泣かされる方と言ってよろしいんじゃないでしょうか。成仏系解決ね。そして例えばですよ、先々週の、キラーズ・オブ・ザ・フラワームーンがエンディングの、とある史実に即したメタ的な仕掛けこそが真骨頂、ここがかっこいい、ここがすごい言いました。先々週の表でね言ったようにですね、本作鬼太郎誕生も最大の肝は何ならここからのエンドロールですよね。要は完全にさっきから何度も言及している貸本漫画版鬼太郎、特に最初の、幽霊一家2作を完全オマージュした絵柄でありという、まんまじゃないんですけどね、今回の水木を中心にした絵柄にはなってるけど、でもすごく貸本的な絵柄だし、展開になっていくと。でそこに流れるアニメ版主題歌をアレンジした音楽も本当にナイスバランスね。これさすが、河合健さんさすがでございますというナイスバランスでございました。でラストのラストに最後にだけタイトルが出る型映画っていうのがいっぱいありますよね。ダークナイトぐらいから流行った感じしますけども、最後にだけタイトル出る型映画いっぱいありますけど、数多しといえど今回の鬼太郎誕生と、物語内での鬼太郎の誕生、これを描く。でもこれのみならず、さっきから言ってるように水木しげるさんが、戦争をはじめさまざまな経験を経て生み落とした漫画作品として、そしてキャラクターとしての鬼太郎の誕生というメタ的な意味、しかもそこには本作においてはずっとそれを本作がずっと描いて訴えてきたその戦前から戦後に至る日本社会の負の何かみたいなものに至るまでが重ね合わさってる物語的な意味と水木しげる作品であることの意味と社会的な意味とっていうのが何重にも重なったところで、ラスト満を持して鬼太郎誕生ドーンと来ると、これはだから単にうまいを超えたずしんとくる感動が残るようになってて、これはその最後にタイトル出る方としてもかなりいい方じゃないでしょうかね。かなり効果的な方と言えるんじゃないでしょうか。ということで、非常に見応えありました。ある意味今時新作映画としてはなかなか珍しいほどのこってりした、昔ながらの日本映画館を受け継ぐところも、大きい作品ですよね。ちょっと悲しくなっちゃうのは、今これを実写でやることが
いろいろコスト的にも技術的にも難しかろうって思ってしまうとちょっと悲しくもなってくるんだけども、まあそういうザ日本映画のところもあるし、それでいて先ほど言ったように中盤のアクション、手書き日本アニメの最先端の技術、これね先ほど言ってる太田、昭弘さんによる最先端の技術っていうのも堪能できたりとかするね、非常に見応えありました。評判も納得だし、なんならそのなんていうかな、いわゆるジャパニメーション、流行りのアニメーション苦手で今映画館行ってもそういうのしかやってなくて見るもんねえなって思ってる大人こそおすすめかもしんないっていう感じもいたしました。はい、と同時に東映アニメーションのなんていうかな、プロのそのコストに対して非常にこう的確なこう配分というのかな、もちろんそれゆえに説明方になったりしてるところはあるけども、的確なコスト配分によるプロの仕事、職人の仕事みたいなのも堪能できるということで、評判も納得の一作でございました。非常に映画館で見応えある一作です。得点なあこれな、まあこれ吉村君これ来るってよかったけど、確かに東映さんもうちょっとこれだから思った以上に人気あったってことでしょうね。思った以上の人気が出るのは納得の出来じゃないでしょうか。ぜひぜひリアルタイムで映画館でウォッチしてください。さてということで、来週の木曜日ですね、課題映画を決めるムービーガチャタイムなんですけども、ちなみに、このムービーウォッチメン今年残りあと3回となっておりますで、12月28日にシネマランキングをやるということになっておりますんで、ちょっとだいぶねカウントダウンが始まっておりますということでございます。ということで来週候補作品10作品を発表していきます。まず最初の候補はこちら、ナポレオン。リドリー・スコットがホアキン・フェニックスでナポレオン、面白いに決まってるっていう感じがしますけどね。続いてはこちら、エクソシスト信じる者。これデビッド・ゴードン・グリーンはもう大物ホラーフランチャイズをやるね。あれに続いてハロウィンに続いてね、エクソシストの正当続編ってことらしいですけどね。3つ目はこちら、バッドデイドライブ。リアム・ニーソンものですね。ニムロッド・アントンさんはねプレデターズをやった人ですね。そして4つ目、怪物の木こり。三池崇史さんが最高キラーものっていうね。まあまあそれはいいんじゃないっていう感じがしますよね。話だけ聞くと何それっていう感じがするんだけど、5つ目、ほかげ。塚本慎也さん新作。これすいません、あれですよね、プレキンナイトにね佐哲さんの方に塚本慎也さんが出演されるという番宣を聞いて、俺たちこれをガチャに入れ損なっていたのを忘れていたことに気づくという低たらくね、本当に申し訳ございません。今週ほかげでございます。そして、6つ目はこちら、首。はい、北野武さん最新作です。7つ目、ロストフライト。ジェラルド・バトラーもの最新作です。8つ目、マーベルズ、MCU 最新作です。9つ目、性欲。浅井亮さん原作です。そして最後の候補はリスナーカプセルです。ラジオネームない方からメールでいただきました。どうか韓国映画のファントムユリョンと呼ばれたスパイをガチャに入れてください。日本統治下の韓国で暗躍する抗日レジスタンスのスパイを描いた映画なのですが、女性たちの姿が何よりかっこよくて思い出すだけで涙が出るほどです。個人的には今年ベストの一本で一人でも多くの方に見てほしい傑作です。人いいんでしょうねこれもね。はい、ということでじゃあファントムを入れさせていただきましたということで10本です。レッツガチャタイム。ウクライナ人道支援のためもうね1年以上、1回余計回しで1万払っておりますが、現状はですね、パレスチナ人道危機というか人道侵害に対してまたねちょっといろいろ支援どこまで届くかわかんないけど、リアルタイムでちょっと支援を送りたいということでさらに1万ね、用意しておりますんでね、もうね、番組の回数が減って収入は減ってるのにそれでもやるというね、分かってほしい、だから分かってほしい、そんなくだりでございます。ということでレッツガチャタイム。じゃあまずは1回目いきます。コンコロリンコンコロリンきた。3はバッドデイドライブ。リーアム・ニーソン最新作楽しみですね楽しみですね笑うなよね。もう一回いきますよ。じゃあはいもう一回いきます。コンコロリン。はい、さあ7、ロストフレーズジェラルド・バトル。まあでもいいんじゃんね、しょうがない。そのリアム・ニーソンとジェラルド・バスターはもう似立てできちゃったらこれはもうそういうのやれってことですからね。暴力で解決する映画ね、たまには暴力で解決する映画も見たいと思います。ということで、ロストフライト行ってみよう。なんか宣伝のさポスターとか見るとさ、なんか航空パニックものみたいな宣伝してるけど、あれ違うよね多分ね。ついてからですよねあれね。バディものでしょでも多分ね。きっとね言っていれば面白いはずですよこれ
ということでどんな映画も言っているよ面白いもんだと思いますけどということで、この映画ロストフライトを見たという方からの感想をお待ちしております。また評論してほしい映画も募集中です。リスナー枠に採用された方には現金2000円をプレゼントいたしております。宛先はどちらも歌丸@tbs.co.jp、までよろしくお願いします。番組公式ホームページには公式書き起こしがねたっぷり、載っております。最近ちょっと長くなっちゃって前後編になってますけどね、本題は後編だったりしますからちゃんとねどっちも読んでくださいねと、長いから諦めないでねと。あとは、YouTube の方でもですねこの映画表もアップされておりますのでチャンネル登録高評価よろしくお願いいたしますというあたりで結構いい時間になってまいりましたね。はい、以上瞬間劇場ムービーウォッチメンでございました。これだから今ロストフライトだからバッドデイドライブとロストフライトが連続でこう来たあたりで皆さんお分かりだろうか、ガチですねガチですねということで、いや別にいや楽しみね、この後は、ライブダイレクトラブタンバリンズからのデビューから30年エリさんニューアルバム引っ提げて登場です。スタジオ生ライブです。お楽しみに。